白田先生、実は今、病院に急患が運ばれてきて、治療に当たれる医師が私しかいないんです。しかもその患者さんの症状、私が見たことないもので、とても対処できそうにありません。こんな難易度の高い処置、私には無理です。私は一体どうすればいいのでしょうか。真夜中に電話が鳴ったかと思うと、その電話の主は、俺が指導を担当している新人医師の畑中先生という女医だった。当直中の彼女はひどく狼狽していて、急患の対処に自信がないという。畑中先生、とりあえず落ち着いて、俺も病院へ向かうから。俺は急いでジャケットを羽織り、病院へ向かうことにした。実は俺は病院では無能だと言われていて、同僚たちも俺のことを冷ややかな目で見ている。そんな俺に何ができるのかと言われそうだが、実は俺にはある秘密があったんだ。俺は白田隆、34歳。現在はこの病院で医師として働いている。俺は約1年前にこの病院へやってきた。新しい病院に来たこともあって、最初はかなりドキドキしながら足を踏み入れたのを覚えている。白田先生、はじめまして。よろしくお願いします。一緒に頑張っていきましょうね。ここの看護師や同僚たちはとても人当たりが良くて、途中で配属された俺にもかなり親切に接してくれたんだ。最初は好意的だった同僚たちも、俺と過ごしているうちにだんだんと距離を置くようになってきた。その理由は、俺が難易度の高い手術を断るなど、医療に消極的なのが原因だった。白田先生、この日のこの手術なんですけど。すみません。俺にはそれはできないと思います。そうですか。こんなことが何度も続く上、俺はかなり控えめで、カンファレンスなんかでも発言しない方だった。そんな俺の様子を見ながら、同僚たちは俺が何もできない無能だと感じたみたいだった。白田先生ってさ、難しい手術になると断るわよね。難易度の高い手術ほど受け持ってほしいのに、これでは調整ができなくて困るって外科部長もおっしゃってたわよ。ねえ、白田先生がうちに来た原因ってさ、もしかして左遷なんじゃないの？あまりにも何もできないから飛ばされてたりして。俺がたまたま医局から出ると、看護師たちがそんな会話をしているのを聞いたこともある。そうか、俺って何もできない無能って思われているんだ。正直、そんなことを思われているなんてショックだったが、今の俺にはこうすることしかできなかったんだ。周りの評判なんてどうでもいいんだ。俺は自分にそう言い聞かせながら、その看護師たちの会話には気づかないふりをして通り過ぎた。ある時同じ科に新人女医の畑中めぐみ先生という人がやってきた。畑中です。よろしくお願いします。畑中先生は快活で明るく、同僚たちにもすぐに馴染んでいた。真面目で勉強熱心なので、周りから可愛がられる存在になった。そんな畑中先生の指導を俺が担当することになったのだ。指導係として畑中先生を注視していると、いろいろと見えてくることがある。畑中先生は明るく優しい性格ではあるのだが、その一方でイレギュラーなことがあるとパニックを起こし、かなりオロオロすることがあった。そんな時には患者さんからも心配されることがあって、畑中先生は苦笑いしていた。この処置はどうするんだっけ？畑中先生、大丈夫？すみません、すぐに処置しますね。
俺は指導担当として畑中先生の近くにいることが多かったのだが、彼女は困ったことがあると、俺ではなく他の医師に助けを求めているようだった。俺の前では畑中先生も真面目に話を聞いているようだったし、真摯に俺の言うことに応じてくれる。根が真面目でいい子なので、たとえ周りから無能と言われていようとも、指導係の俺をないがしろにしたりはしないが、心の中では俺のことを信頼していないのが分かっていた。しかし、俺が難解な手術を引き受けず、治療に消極的なのは紛れもない事実だし、彼女にそう思われているのも仕方ないだろうと思っていた。ある時、畑中先生が最近発作が多いという患者さんに治療を施すために準備をしていた。これとこれを準備して軽い手術になるかな。おそらくまた俺ではない他の医師に治療方法を聞いたのだろう。彼女が準備している道具や薬を見ていて、彼女がどんな治療をしようとしているのかが分かった。一般的にはその処置でいいと思う。しかし、俺はあることが頭をよぎって、畑中先生にぼそっと声をかけた。畑中先生がやろうとしている治療は確かに一般的だし、オーソドックスなものだと思う。でもこの患者さんはまだ幼いよね。この薬とこの薬を組み合わせて治療を行えば回復せずに治療ができるんじゃないかな。幼い体にはなるべく傷を残さない方がいいよ。俺がそう声をかけると、畑中先生は目を丸くして固まっていた。俺はそんな彼女の様子を見て、慌ててまた口を開く。ああ、気を悪くしたらごめん。畑中先生には先生の考えがあるよね。でも俺の言うことも少し頭に入れていてほしい。そう言うと、はっとしながら畑中先生がそれを否定した。そんな、気を悪くするだなんて、そんなことないですよ。むしろそのような治療方法があっただなんて、自分の見識の浅さに気づかされました。ありがとうございます。その時の畑中先生は、口だけでなく、心から尊敬しているような眼差しで、俺を見つめていた。患者さんのことを考えて、少しアドバイスをしただけのつもりだったが、畑中先生からしたら、他の先生にも気づかなかった違う方面からの俺のアプローチに感心しているようだった。城田先生、少し先生のご意見を聞きたいのですが。ああ、もちろん、いいよ。カルテを見せてもらってもいいかな。ありがとうございます。お願いします。声をかけた日以来、畑中先生は俺によく助言を仰ぐようになった。あの時に声をかけた内容が彼女にとっては衝撃的だったようで、畑中先生は俺を信頼してくれるようになったんだ。畑中先生、この治療方法でいいと思うよ。あとはこの薬も少し投与して血が流れやすくした方がいいかな。わかりました。ありがとうございます。ここの病院に常駐している医師は自信のあるやつが多く、同僚にも高圧的な態度を取る者もいたのだが、無能と呼ばれるだけあって、俺はかなり控えめだった。それが畑中先生には逆に良かったらしく、同じく控えめな彼女は、そんな俺に質問しやすかったのだろう。ある日、畑中先生が当直の日に、俺は家にいた。その日は日勤だということもあって疲れていたのか、早く眠りについていたのだ。すると夜中に携帯の着信音が鳴った。めったに鳴ることのない携帯が鳴っているのもさることながら、こんな真夜中に一体何事なのだろう。携帯画面を見ると、電話の主は畑中先生だった。そういえば畑中先生には困ったことがあったら連絡するように言っていたからな。何かあったのか？もう完全に目が覚めてしまった俺はすぐに通話ボタンを押した。もしもし、畑中先生、どうしたの？城田先生、
お休みのところすみません。そんなこといいから、一体何があった？畑中先生はすでにパニックを起こしているようで、その声色からは彼女が慌てている様子が安易に想像できた。実は先ほど急患が運ばれてきたのですが、その患者さんの症状、私が見たこともないもので、私はとても対処できなくてどうすればいいのか。患者さんもとても苦しがっているし、もう。畑中先生はもういっぱいいっぱいだったようで、今にも泣きそうな声をしていた。俺はすぐにジャケットを羽織りながら畑中先生に声をかけた。すぐに連絡してくれてありがとう。とりあえず俺も病院へ向かうから、畑中先生はとにかく落ち着いて、患者さんの診察を入念にしていてくれる？取り乱してすみません。わかりました。すみませんがよろしくお願いします。俺は急いで家を飛び出して病院へと向かった。俺が病院へ到着すると、畑中先生が入り口のところで待っていた。白田先生、こちらです。本当にすみません。今はそんなことはいいから、患者さんの容体は？はい、今もまだ意識が混沌としていて危ない状況です。患者さんは頭痛を訴えているようで、焦点も合わないし、おそらく小脳に関連しているあの難病が発症したのだと思っています。畑中先生に案内された処置室へ行くと、患者さんがベッドに横になっており、頭を抱えて痛そうにしているものの、もう意識が保てなくなっているようだった。俺はその患者さんの様子を見て、目を観察したり、頭を触診した。畑中先生の読み通り、この方はその難病で間違いないと思う。意識もなくなりそうだから、多分脳内で痙攣を起こしているんだろう。かなり神経を使う手術になると思うが、頭蓋を開いて処置するしかないだろうな。俺が畑中先生にそう伝えると、彼女は頭を抱えて泣きそうな顔をしていた。私が到着ですし、当然私がしないといけないですよね。どうしよう。そんな高難易度の手術、私にできるはずがない。畑中先生はまたパニックを起こしたようになり、かなりうろたえているようだった。確かにこの手術はベテランでも成功するかどうか厳しいもので、ましてや新人の彼女には相当荷が重いのだということがわかる。俺は畑中先生を助けてやりたいと素直にそう思った。自分が手を貸せばこの状況をもしかしたら変えられるかもしれない。しかし昔のことが頭をよぎる。以前に起こったことが自分の中でトラウマになっていて、自然に体が震えてしまうのだ。俺はしばらく考えて、やはり彼女を手伝うのは無理か、と一度は思いとどまる。しかし、ぐったりと横たわっている患者さん、そしてもう泣き出してしまった畑中先生の姿が目に入った。俺は何のために医者になったのか、ここで逃げたままでいいのか、と自分に問いかける。いや、ダメだ。気持ちを固めた俺は、意を決して畑中先生に声をかけた。畑中先生、その手術を俺に任せてくれないか？白田先生がですか？畑中先生は驚きのあまり涙が止まったみたいだった。それもそのはずで、今まで難解な手術を避けてきた俺が、あえて高難易度の手術をするというのだ。それは彼女も驚くに決まっている。でも、今まで先生は難しい手術してませんでしたよね。今まではそうだったけど、俺は以前にも似たような手術をしたことがあるし、きっとこの患者さんを救ってみせるよ。どうか俺に任せてくれないかな。畑中先生はなおも驚いた表情をしていたが、今は考える猶予もなく、一刻を争う状況だ。彼女はコクンと首を縦に振った。それから手術の準備に取り掛かることにした。畑中先生は俺のアシスタントに入ることになり、患者さんにはすぐに全身麻酔がかけられた。俺は消毒をしながら少しだけ手が震えていた。
今まで難しい手術を避けていたこともあって、こんな難易度の高い手術をするのは久しぶりだ。本当に自分にできるのかと心の中で弱音を吐く一方、苦しんでいた患者さんの姿を思い出して、必ず救ってやると自分自身を震わせるのだった。それでは手術を開始します。俺は患者さんの頭部に手を伸ばした。処置をするために頭蓋の一部を慎重に外す。俺が手慣れた様子でかなり手早くその作業を行うので、アシスタントに入っていた畑中先生は相当驚いているようだった。患部を見ながら俺はスーッと深呼吸をする。俺の手にかかっている。ここでミスをすれば患者さんが危なくなるかもしれない。必ず患者さんを救うんだ。俺はメスをぎゅっと握りしめ、スッと刃を入れながら処置を始めた。かなり神経を使う手術で、その細かい指先の動きから自身の冷や汗も止まらない。俺は瞬きや息をすることも忘れて、かなり集中しながら、とにかく素早く処置を行った。昔の感覚が戻ってきたような気がする。よかった。最初は不安に思っていたものの、処置をしている途中で、以前に難解な手術をしていた感覚が戻ったような気がした。さらに処置をするスピードを上げ、なるべく患者さんの負担にならないよう、早く終わることに努める。すごい、あの難しい手術をこんなに早く。結局、俺はかなりの短時間で処置を終え、無事に頭蓋をはめて、また縫い合わせた。特に手術中に患者さんが急変を起こすことなく、手術を終えることができた。俺は最後の一針を縫い合わせたところで、急に安心して、ふーっと安堵のため息が出た。では、これで手術を終わります。皆さん、ありがとうございました。すごい、本当に成功した。一緒に手術を行った看護師や麻酔科医も、みんな俺の腕に驚いているようだった。その中でも一番驚いたのは畑中先生だったようで、手術を終えて手術室から出た後も、しばらく彼女は呆然としたままその場に立っていた。俺が着替えを終えて廊下を歩いていると、遅れて出てきた畑中先生に声をかけられた。城田先生、本当にありがとうございました。手術が終わって冷静になり、彼女もほっとしたのか、畑中先生の目からは涙があふれていた。新人なのに、あの手術をしなければならないかもしれないというプレッシャーは計り知れなかっただろう。いいんだ。あの手術は新人の先生には荷が重かっただろう。俺に連絡をくれてありがとうね。そんな、お礼を言うのは私の方なんですから。本当にありがとうございました。先生、なぜこんなに優秀なのに。すみません。皆さん、先生のことを無能と言って馬鹿にしています。こんなに素晴らしい技術をお持ちなら、なぜ皆さんに言わないんですか？もったいないです。畑中先生はそう言いながら、俺をじっと見据えた。俺は少しだけ躊躇しながらも、自身のことを話すことに決めた。実は俺は前の病院で、天才脳外科医と呼ばれていたんだ。もともと手先は器用な方だったのだが、手術というものが性に合っているらしく、楽しくてどんどん腕を磨いているうちにそう呼ばれていた。自分で言うのもなんだが、その腕はかなり神がかっていた。今やこの病院では控えめな態度をとっているが、以前の俺はそうではなかったんだ。自分の腕には絶対の自信があったので、それに伴って自信満々な態度で患者さんや同僚に接していた。俺のその自信満々な態度がある意味良かったのか、患者さんからは割と信頼があり、その自信が伝わってうまくいっていた。しかし、俺は自分の腕を過信していたあまり、日々の勉強をおろそかにしていた。手術は好きだから努力をしていたけれど、治療に関しての知識はまだまだ浅かったんだ。それなのに勉強をしないから全然成長していなかった。
そんなある日、病院に急患が運ばれてきた。あれ、この処置で合っているはずなのに、全然容体が良くならない。発作が起きた患者さんを処置したんだが、全く良くならずに、俺はパニックになっていた。その時、たまたま同じ当直だった先生が処置してくれて、事なきを得た。その時、俺は思った。俺はなんて無能なんだ。自信満々に医師を続けてきたが、全く知識がないじゃないか。と。俺は完全に自信を失ってしまった。俺はまだまだで、もっと努力すべきだということを悟ったんだ。そんな中、ある海外の臨床留学募集を見つけた。もっと学びたいと思った俺は、その時の院長に頭を下げた。院長、この留学に俺を行かせてくれませんか？俺もっと学んで医師として成長したいんです。君には期待している。そう思うならぜひ勉強してきなさい。快く送り出してくれた院長のためにも、俺は必死に研鑽を積んだ。海外での生活や世話しないあちらでの仕事は学ぶことは多かったが、とにかく大変だった。それでもあの時の悔しい気持ちをバネに、俺は踏ん張って勉強した。海外では患者の母体が多い分、難しい難病の症例もたくさん間近で見る機会があったし、その処置の方法や手術もたくさん立ち会わせてもらった。それもあって今回の急患にはすぐに対応することができたんだ。そして4年後、日本に戻ってきた俺をかつての院長がこの病院に誘ってくれた。もう私は以前君が勤めていた病院の院長ではないんだ。そうなんですね。日本に帰るならぜひうちの病院に来てくれないか。今の白田先生なら大歓迎だよ。実はここの病院の院長はかつて快く俺を海外に送り出してくれた院長だったんだ。ただ俺は日本に帰ったはいいが、以前よりも成長したはずなのに、昔の自分の記憶がよみがえってなかなか積極的に治療ができないでいた。難しい手術となると体が硬直してしまっていたし、あの時のように患者を救えなかったらどうしようなんて弱気になってしまうんだ。俺がこの病院で難しい手術をしないだとか、治療に消極的なのは院長も知っている。でも無理にやらせようとはせず、俺には何も言わずに温かく見守ってくれているんだ。院長には本当に頭が上がらない。俺が自身の話を終えると、畑中先生がゆっくりと口を開いた。そうだったんですね。今まで黙っててごめん。俺、ほんとしょうもないやつだったんだ。いいえ、白田先生はとてもすごいです。先ほどの手術ももちろんですが、日頃から私にアドバイスしてくださる内容も素晴らしいです。過去のことで卑屈にならず、しっかり自分で反省して、留学までして行動に起こしているじゃないですか。そんなことを誰にでもできることじゃありません。本当に尊敬しています。だから先生はもっと堂々と振る舞っていいんですよ。畑中先生の力強い励ましの言葉で、俺は心が動かされたような気がした。そんなことを言ってくれる人がいるならば、俺ももう少し自分を誇ってもいいのだろうか。先生に比べて私は全然ダメです。もっと先生のように腕を磨かないとダメですね。畑中先生、そんなことないよ。先生は真面目で勉強熱心だ。毎日必死に研鑽を積んでいるのだから、先生こそ十分胸を張っていいよ。俺も到底人に言えたものじゃないんだから、お互い頑張って精進していこう。俺がそう言うと、畑中先生は嬉しそうに笑った。その後畑中先生は、俺の励ましもあってか、徐々に迷いのない治療を行えるようになってきた。先生、ここが痛いんです。見せてください。ああ、ここですよね。きっとお持ちの持病が原因の一つだと考えられます。この薬を処方しますので、様子を見てください。以前は少しわからないことがあるとパニックを起こしていた彼女だったが、自信がついたのか、
確信を持った診断を行えるようになった。患者さんからの信頼度も上がってきているらしく、急患にも冷静に対処できるようになっているらしい。俺はというと、あの日に急患を救って以来、周りの医師や看護師たちからの評価が180度変わった。白田先生、すごい腕をお持ちだったんですね。今度、先生の手術のアシスタントをさせてください。俺がすごい技術を持っているともっぱらの噂で、なんだかむずがゆい気もするが、同僚たちから嬉しい言葉をかけられることが多くなった。院長は俺が変わったという話を聞いて、とても嬉しく思ってくれているようだ。その後連絡をくれて、わざわざ激励してくれた。俺は周りの人に支えられていると改めて思う。引き続き畑中先生の指導は継続していて、技術や知識を教えたり、処置に対するアドバイスを中心に行っている。彼女の成長は凄まじく、もう立派な医師だと言ってもいいかもしれない。俺は過去の過ちから自分を奮い立たせて勉強に励んだものの、その過ちを繰り返すのが怖くてずっと逃げていた。しかしそれだと何も成長しないし、ただ患者さんからも治療からも目を背けていただけだったのだ。自信過剰も良くないが、やはり自信を持って治療を行うことが大切だと学んだ。これからも知識や技術の習得を怠らず、医師の仕事にしっかりと邁進していきたいと思う。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。